アフリカ大陸の中でも急速な経済成長を遂げている都市の一つ、ケニアの首都ナイロビ、ナイジェリアのラゴス、南アフリカのヨハネスブルグと並び、世界三大凶悪都市と呼ばれることもあります。その背景にあるのが世界最悪レベルとも言われる貧富の格差。外国人や富裕層が暮らす高級エリアがある一方で、人口約600万人のうちおよそ3人に1人がスラムで生活しています。まるで別世界のような暮らしがナイロビという一つの町に同居しているのです。日本のケニア大使館も治安マップを公表しており、警察の護衛なしでは立ち入れないエリアもあります。今回はテロの多発地域として知られ、かつてナイロビで最も危険と言われた場所に足を運び、発展するケニアの今、そして貧富の格差が生む現実を取材してきました。カメラどうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。現在はケニアの首都ナイロビに来ています。アフリカと聞くと多くの人が貧しい、遅れているといったイメージを抱くかもしれません。これまでハラカンタのチャンネルでもアフリカの貧困や紛争について取り上げてきました。確かにここナイロビにも多くの課題があり、都市人口の半分近くがスラムに住んでいると言われています。しかしそれと同時にナイロビはアフリカの中でもトップクラスに発展した都市の一つです。高層ビルが立ち並び、ショッピングモールやおしゃれなカフェも数多く、街を歩くだけでもその勢いが伝わってきます。今回はそんなナイロビの中心地を歩きながら進化するアフリカの今をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。KICC ケニアッタインターナショナルコンベンションセンターという場所に来ました。ケニアッタというのはケニアの初代大統領ですね。で、あそこにあるすごい高い建物の屋上に登れるということで、あそこからですねナイロビの市内の様子が一望できるらしいので、せっかくなんであそこに登ってみようと思います。すっごい広いですね。ここでもうすごいね、景色が一望できます。向こうの方ね、時計台があったりとか、向こうの方に高層ビルがあったりとか、そしてここにあるのが初代大統領のケニアッタ大統領の銅像らしいです。はい、向こうの方にもね、変わった形のビルとかありますけれども、このまま登っていこうと思います。いやーすごいな。皆さん、これがアフリカの今ですよ。アフリカの最も発展した都市の一つ、ナイロビの景色です。ここからはエレベーターでルーフトップに向かいます。最後は階段2つ登って到着。すげえ。すごい眺め。So we have more stairs. まだ上がありました。More stairs. Okay. まだ上がありました。すごい。わー、すごい。わー、到着です。すごい眺め。いやー、さすが東アフリカで最も発展した都市ですね。ビルの数がめちゃくちゃ多い。さっき僕たちがねタクシーで到着したのがちょうどあの辺りで、あそこのね場所から入ってきた感じですけれども、こっちの方角がね一番ビルとかがすごい立ち並んでいて、ものすごい発展している感がありますね。
でもね、奥の方は若干こう白いもやがかかっていて、おそらくこれは大気汚染だと思いますね。ナイロビも車とかバイクの数がすごく多くて、世界的に見ても大気汚染がすごいね激しい都市の一つみたいなんで、ちょっとねこう空気がよどんでいて、すっごい遠くの方は視界が悪いですね。今僕たちがいるエリアはですね、ナイロビの本当の中心地の CBD と呼ばれる地区です。 CBD はセントラルビジネスディストリクトの略ですね。日本語で言うと中央ビジネス地区っていう感じですかね。でね、かつてはこの CBD もすごいかなりこう治安が悪かったみたいですね。僕もねこうナイロビに来る前にいろんな旅人のブログとか、いろんなこうウェブサイトを見てナイロビの治安について調べたんですけれども、やっぱり CBD はこうねなんかスリとか強盗とかなんかそういう犯罪も多いって話を聞いていたんですよね。でナイロビに昔滞在したことがあるっていう友人からも、CBD 行ってもそんな別に特に何か面白いものもあるわけじゃないし、治安も良くないから別に行かなくてもいいんじゃないみたいなことをなんか聞いていたんですけど、ここ数年ですごいねたくさんのこう警察がこう配置されて CBD の治安もですね非常に良くなったみたいですね。ただねここに来るまでの道のりでもすごいこう渋滞にはまったりとか人も多くて、一番こう、現地のね今ガイドしてくれている友人曰く CBD は一番こうビジーなエリアだと、一番忙しいエリアだということで、こう人もたくさんいるので、おそらくですけどやっぱね外国人だけで来るのは危ないかもしれないと思ったので、今回はですねキベラスラムの取材とかでもですね案内をしてくれていたネスコというですね友人と一緒に来ました。将来的にこうねナイロビねこの CBD 地区とか来たいっていう方はやっぱり現地のガイドというか現地の信頼できる友人が一人いると安心して来れるんじゃないかなというふうに思いますね。ここに来る前にね気をつけろって言われたのがやっぱ警察に声をかけられることがすごく多いみたいで、この CBD 地区警察がすごいたくさん配置されています。でね、ナイロビというかケニアはですね警察の汚職がすごいこうやっぱ激しい地域みたいで、例えばですけれどもこうカメラで警察を撮影してしまったらなんかそれで止められてちょっとこう賄賂を請求されるとか、あとはですねケニアは身分証明書をですね持参する、常にこう持ち歩いている必要があるみたいで、それは法律で決まっているみたいですしね、もしパスポートをこう持ち歩いていなかったら罰せられるというか、で罰せられたくなかったらこう賄賂を払うみたいなケースがすごく多いんで、今僕はパスポートを持参して行動しています。近年は犯罪よりもそういうこう警察の賄賂とかをね気をつけた方がいいっていう風にここに来る前に詳しい方にはね聞いていました。このままですねナイロビの中心地区の取材も続けていこうと思います。今回のナイロビ中心地の取材でガイドをしてくれているネスコです。 Can you introduce yourself? Hello guys, my name is Rollins Otieno, famously known as Nesco or Nescoba. Please call me Nesco. I'm born and raised in Kibera, Nairobi, Kenya. Thank you so much. Thank you so much. So you are from Kibera, but like now we are in the most developed district in Nairobi. But how do you feel about the development in Nairobi as a person who is from Kibera? I feel in Nairobi we are developing more because the buildings are high. We have good buildings, good roads, good hospitals. So in Nairobi we are doing better because now the president is really developing the area because we want our lives to be better in future. So it's better for the amenities around to be good amenities and good structure for a better future. Yes. But I'm also very surprised to see the economic gap between the people who live in this district and people who live in Kibera slums. So there's a huge gap, and I cannot. There's a huge gap because here is more developed, so there are more people who are, let me say, the high-class people who have cars, who have good jobs. They stay here. But now in Kibera, the low-income people they stay in Kibera. So that's the gap between Kibera and Nairobi. So Nairobi is more developed than Kibera. On our last video, we introduced the life of Kibera. Yes, yeah. So would like people to watch both video between this one and the Kibera one. Yeah, they'll know the difference. There's a big difference because in Kibera, we don't have tall buildings like this. In Kibera, we have mud houses, we have iron sheet houses. So there is a big difference and people will see the difference between the two places. Okay, thank you so much. So let's take a more look inside of CBD. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I heard that CBD was not safe until a few years ago. Why was CBD was not so safe? Before, Nairobi town or the CBD was not so safe because there were so many thugs around, so many beggars, so many street kids. So there was a competition with the people who are working and the people who are from the street. So you will find the policemen were so harsh with the people who are at the street because they steal from people, they break people's cars, they harm people. So after the new government came, now there were so many policemen
policemen around. Some street boys were chased from uptown, taken to downtown. So right now Nairobi is safe because the policemen are around. Security so good. You say Nairobi is safe, but the central part of Nairobi is safe. Yes. But in slum area, In slum area is not safe because everybody now in the slum they are struggling. You'll find the jobless youths, they don't have jobs, so they will steal from you by force because they don't have any means of getting money for survival. So in Kibera it's so insecure. It's very unsafe because the boys will steal from you forcefully because the policemen are not around. Maybe they are far. That's why they steal from you that way. Yes. 今からですね、少しだけナイロビの中心地を歩いてみようと思います。一応ね、小型のカメラを持ってきたんですけど、ネスコ曰くこの大きな一眼カメラを使って撮影してても大丈夫だろうということで、ちょっとね緊張するんですけれども、このまま中心地で少しね街の雰囲気が分かるような撮影をしてみようと思います。ネスコに今聞いたんですけれども、ナイロビのね新しい市長さんが来た時にですね、これまではナイロビ市内での映像の撮影とか厳しかったらしいんですけど、ケニアもねやっぱ若者を中心に YouTuber とかコンテンツクリエイター、音楽作ったりとかそういう人が増えてきているので、街中での撮影をですね許可したらしいんですよね。ナイロビをもっと世界に広く知ってもらうために YouTube とかね、そういうソーシャルメディアを通じて知ってもらうために、そういう映像制作をする人たちに街中で撮影してもいいってことを許可したらしくて、なので結構街中でもねカメラ持ったりとか、ちょっと決めてる感じの写真撮ってる人とかいて、なのでね意外とカメラ持ってても回しててもあんまり緊張感ないというか、結構ね僕がよく行ってるウガンダとかだとね、何撮影してんだとか怒られた時があるんですけど、結構ね、このナイロビに関してはそういうこともなく、今のところ撮影は結構順調にやれてます。こんな街中にはね写真のスタジオもありますね。多分写真撮りたい人はこういう場所で写真を撮れるみたいです。すごいのが向こうにもある。うわすげえ、プロのカメラマンとかがね写真を撮ってくれるスポットがあるみたいです。Very good camera. Oh, thank you. A video of me. Yeah. That's very good camera. Oh, yeah. Thank you. ニコンの結構いいカメラ持ってますね。すごい。こんな感じで街中にスタジオがあります。さっきのカメラマンの方とかもねすごい親切ってかフレンドリーでしたね。いやーマジで来てみないと本当わかんないな。やっぱ来る前はねちょっと数年前のブログとかね読んで、ナイロビの情報収集とかしてた関係で、ナイロビ怖いなとか治安悪いのかとか中心地めちゃくちゃ怖いなって行きたくないなとかいろいろ思ったんですけどね、実際来るとめちゃくちゃ、ピースフルって感じじゃないけどすごいねみんなフレンドリーだし、ね、外国人とかも結構歩いてる人たちも多いし、実際に現地に来てみないとこの雰囲気とかわからないですね。改めてこうやって現場に自分の足を運ぶっていうことが大事だってことを、ね、すごい実感します。今ネスコからね注意を受けたんですけれども、撮影しててもし近くにボダバイクタクシーですね、バイクに乗ってる人間がワーンと近づいてきたら気をつけろ。やっぱりね日本人がひったくりとか強盗に遭ってるのもバイクに乗ってる強盗にねひったくられることがすごい多いみたいなんで、力ずくで奪われる可能性もあるみたいなんで、もしバイクが近くに来たらすごい用心しろって言われましたね。今ですね街中でシンガーの方にインタビューしてくれたので、 So can you introduce yourself to Japanese people? Yo, what's up, guys? My name is Eddie Man. Yo, EDYMAN. Eddie Man. Yes, bro. Okay. Yeah. So what kind of music do you sing? I normally do motivation songs and I do gospel. And I believe that I'm the music. Without me, no music in the world. You have an Instagram? Yes, I have an Instagram page. Okay. You can follow me as a musical Eddie. YouTube, Okay. Eddie Man, iTunes, Apple Music. My music is worldwide. Okay. So, guys, if you do so, just follow me, subscribe, and I'll appreciate it. Please search Eddie Man Yeah, on exactly. Instagram. Yo, bro. Yeah, thank May you God so much. bless you. Yeah, thank you. Nice. You're cool. Yeah, nice. Yeah, and you're very tall. Yeah, bro, I'm the tallest man in the world. Without a doubt. いやーこんな風にね街中撮影できるとは思わなかったんで、すごいな。一番の中心地、この辺りは結構ねお店とかもたくさんありますね。横はもうタクシーがめちゃくちゃ止まってて、バスもすごい多いですね。でもねスーツ着てる人とかも結構いるし、やっぱり本当ビジネス街っていう感じですね。こういう感じで薬局もあります。この辺りはチリングスポットって言って、ね、結構休んでる人たちがすごい多いですね。なんとなく雰囲気渋谷のハチ公の周辺とかあの辺りみたいで、ね、中心地ですごい人が多いんですけど結構みんなここで休んでる。なんとなく雰囲気渋谷っぽい感じですね。はい、で真ん中の方はね写真撮影とかみんなやってます。
今ねお昼時の12時50分なんですけれども、今日朝から何も食べてないんで、この後ちょっとねウーバーで、タクシー呼んでお昼ご飯をですねカフェに食べに行こうと思います。それからねナイロビはねショッピングモールがすごいたくさんあるんですけれども、この後はですねこっちでビジネスやってる日本人の方にですね紹介をしてもらいながら、さらにこうファンシーなエリアというか富裕層の方、外国人の方が利用しているショッピングモールにも行ってみようと思います。カフェの CJ という場所にやってきました。 CJ もともとねカフェジャバスっていう名前だったんですけれども、ケニアのねジャバハウスっていうところのカフェと店名が被ってしまった関係でカフェジャバスが改名して CJ になったんですけど、ウガンダ初のカフェですね。いろんなねカフェがナイロビにあるんですけれども、今回はあえてね主に現地の富裕層の人たち向けのカフェにやってきました。ドリンクのメニューとかもこんな感じね、すごいおしゃれな感じのドリンクのメニューがたくさんあるんですけど、こんな感じで例えばこうレモネードも1杯540ケニアシリングなんで、今だいたい1ケニアシリングが 1.1 円ぐらいなんで、だいたい600円ぐらいですかね。でも本当にこう現地の富裕層を対象にしてるんですけど、 Let's go. I have a question. This drink, this lemonade costs 140 shillings. How much can people in Sudan earn 500 shillings? You to earn 500 shillings in the slums or in Kibra, that's you've worked for from Monday to Saturday. In Kibra, life is cheap, but outside here life is very expensive, because you will find one drink here is cost 500 shillings, but in Kibra that's someone's payment after working, after 1 week. So the life of rich people who can go to this kind of cafe is totally different than the life. Totally different, because here all the rich people can afford. If you are not rich, you can't afford here. Yes. 今回はねナイロビの最も発展したエリアをお届けするためにね、いろんなカフェがある中であえて本当に最上級のカフェを選んできましたけれども、本当自分でもねこう理解が追いつかないっていうか、すごいこう混乱しそうになりますね。僕はねこのアフリカの経済格差みたいなものを自分自身もこう体感しつつ、それを視聴者に伝えるために、キベラスラムのような本当にこう貧しい人たちが生活しているエリアにも足を運んで、同時にこういう富裕層の人たちが普段生活で使っているこうカフェも両方利用しているので、こうその両方を行き来していると、同じ場所にいるはずなのに、同じ都市にいるはずなのに、本当に別世界を行き来しているかのような気持ちになって、すごい混乱しそうになりますね。ある意味こう僕らが生きている世界っていうものがどんどんこう格差が広がっている中で、これがねある意味世界の現実だと思うんですけれども、こうナイロビっていう場所にいると同じ都市にいながらもその格差っていうものを痛感する。同じ都市にいるはずなのに、もうたった車で10分15分移動するだけで1日数十円で生活している人たちと1食数千円使っている人たちが共存っていうか、一緒にこう暮らしているっていう、そういうものがある意味このナイロビのすごい同じ都市に生きてるはずなのに全く別の生活をしている人たちがいるっていうのがこのナイロビの大きな特徴なのかなっていうふうに感じます。 Can I ask you how you grew up at your childhood? My childhood, I grew up in a childhood as a street kid, a street boy. A street boy, that means I was surviving on my own, looking for money by my own, because in my family we were so many, 4 boys and 4 girls, so my father could not manage to feed us all. I always go to the street, pick plastic, pick metals, then I go and sell. Now after selling them, you'll find I've sold 100 shillings. I will take like 50 bob for my own, then 50 bob I take to my family for them to also to get something to eat. So my childhood was very harsh, because no food, no shelter, no clothes, so it was a struggle for you to survive. So that's how I survived. Yes. What changed your life? What changed my life? It was a time I'm talented. I am a percussionist, I am a good dancer, I am a good actor. So that's what changed my life. I got somebody who was ready to help me because I was talented. So the person sponsored me, took me to school, paid for my school fees and everything. So that's how I changed. After getting all the basic requirements that I needed, now I started to quit now the street life, because now I can go to school, I can get food and everything that I need. So that's how I changed and I quitted street life. I started staying in a good life that will better my life. That was Magoso School? That was Magoso School, yeah. That was Magoso School.
So you were rescued from Magoso Yeah, I school. was rescued from Magoso. So Magoso has changed my life. Magoso has mentored me so much. Up to now, I am 27 years old. Magoso has changed me, and I appreciate that. Yes. After you graduate from Magoso school, how do you make a living? So after my graduation from Magoso school, I started DJ. So I started being a DJ. So that's what made me. So after DJing, I get some money. Then after a while, I left the DJ. I started selling my t-shirts, my Nescobar t-shirts. I have my Nescobar t-shirts. So that's what's making me to survive now. I'm selling. When I get an order, I sell. The money which I get sustain me, pays my rent and everything. And also, I am a social media influencer. I am a blogger. So that's what I make a living from there. I felt that you were lucky and you got a chance to change your life. But there are many people who live in slum who cannot have a chance to change their life, and people are like struggling. Personally, how do you feel towards the people in Kibera who are struggling? To me, I always feel bad when I see my fellow Kiberians are struggling because I once struggled. So if I see my fellow youth does not have a cloth, my fellow youth is sleeping outside, my fellow youth is struggling for food, I'm always sad. Very sad because I was once there. So that makes me feel bad, just hoping for the best for the guy also to change his or her life. So I'm always sad when I see my fellows struggling there, here and there. It's always a sad moment, yes. Now you know the both life between rich people and poor people, because today we were walking in Shibiri and we saw many people do business, and now we are eating lunch here. So how do you feel the tremendous economic gap between rich people and poor people in Nairobi? So what I feel between now, the gap between the people who are in Kibra and the people who are in the CBD. The poor cannot mix the rich because the rich people will despise the poor. So that gap is so big. So in future, I guess the poor people will also get a chance to visit where the rich also visit. That in future, but the gap between the rich and the poor is real. There's so many poor people who can't afford expensive things. In my thinking, I say if there's somebody who will not help the poor will just be poor, and the rich will continue being rich. Yes.今ですね、ギギリ地区という場所にあるビレッジマーケットっていうショッピングモールに来てるんですけど、めちゃくちゃでかいし、お店がね、おしゃれなお店がたくさんあります。このショッピングモールがね、最もナイロビの中で、富裕層とか外国人の方が利用する、一番いいショッピングモールみたいなんですけれども、ね、カフェとかもすっごいおしゃれだったり、高級志向のものとかもたくさんあったりとかね、洋服屋さんとかもすごいたくさん種類があるし、家電も売ってるし、大きいね、フランスのカルフールっていうスーパーマーケットもあるし、僕がね、よく滞在してるウガンダにもね、ショッピングモールあるんですけど、アカシアモールっていう、そこもね、エスカレーターあったりとか、綺麗な噴水があったりとかするんですけど、ちょっとね、レベルが全然違いますね。さすが東アフリカで最も発展している都市ナイロビのベストなショッピングモールですごいね、ものすごいレベルが高いです。今はね、この僕の後ろにあるザ・チョコレートバーというチョコレート専門店で日本のね、友達にお土産を買いました。お店の中もね、めちゃくちゃおしゃれだったし、ちょっとね、商品選ぶ前にね、いくつかサンプルも食べさせてもらったんですけど、すっ
ごい美味しかったです。ケニアでチョコレートが作られているらしいんですけれども、隣の国のねウガンダとかからねバニラとかカカオは取り寄せてるっていう風に売っていて、お土産で買った糸チョコも1つ880シリング、日本円すると大体1100円ぐらいかな、結構値段はねするので本当に富裕層向けだと思うんですけれども、すっごいレベルの高いチョコレートがたくさん売られていて本当驚きますね。今はですねアートカフェという今ケニアで最も勢いのある、富裕層向けのカフェですかねにやってきました。本当すごい値段もかなり高いんですけれども、今ケニアでいろんな場所ですごい増えていて、主に富裕層とかあとは外国人の方とか観光客とかよく使うみたいです。で今僕はですねダワという、ものを注文してみました。ダワはですねスワヒリ語で薬っていう意味なんですけれども、これ一番下に溜まっているのがジンジャーかな、生姜、あとはレモンジュースとか、あとはレモンピールとかも入っていて、現地ではですねよく風邪をひいた時に飲まれるみたいです。それこそ現地の人曰くね風邪ひいてもこれを飲めば一発で治るっていうぐらい、それぐらいなんかねよく飲まれているやつみたいです。で蜂蜜もねたっぷりきたんで蜂蜜も入れて飲んでみようと思います。全部入れちゃおう。ジンジャーがね相当強いらしいんですよ。だから蜂蜜をしっかり入れないとちょっとね飲みにくいみたいなんで、せっかくなんで全部蜂蜜入れました。混ぜます。地味にね僕の YouTube に対して食レポもっとやってほしいっていうコメントがたまに来たりするんで、僕は食レポめっちゃ下手な人間なんですけれども頑張ってトライしてみようと思います。じゃあいただきます。おーすごい。生姜がめちゃくちゃ効いてる。喉にカッてくるぐらいもう生姜がすっごい効いてますね。でも蜂蜜とレモンも効いているので、比較的飲みやすいかな。すごい。でも本当にジンジャーがすごい。めちゃくちゃ体が温まる感じですね。確かに風邪ひいた時にこれ飲んだらすごい効いている感じはしそうです。こんな感じでね、ナイロビにはねすごいおしゃれなカフェとかもあるんで、まだ時間的に余裕があったら他のカフェとかレストランとかも行ってみようと思います。今はですねナイロビ市内にある上等ラーメンというラーメン屋さんにやってきました。ナイロビ市内でもね今少しずつ日本食も広まりつつあるみたいで、ここは日本人の方が経営しているラーメン屋さんみたいです。お店の中にもね提灯がたくさん飾ってあってねすごくいい雰囲気なんですけれども、今僕が注文したのはこちらですね。特製醤油ラーメン、スペシャル醤油ラーメンということでね、卵とかチャーシューとかほうれん草とかメンマとか海苔とか、日本のラーメンでもねよく見るような具材がたくさん乗ってますけれども、ちょっとねせっかくなのでどんな味がするのか食レポしてみたいと思います。まずはスープから。スープもねすごい見た目美味しそうですね。じゃあ飲んでみたいと思います。美味しい。すっごいしっかり豚骨の出汁が効いてて、もう日本の美味しい豚骨醤油ラーメン屋さんで飲むスープともう変わらないです。本当に美味しいですね。あとはじゃあ麺なんですよね。アフリカでもねちょくちょく日本食レストラン屋さんだとねラーメン食べられるお店あるんですけど、麺が結構難しいみたいで、日本の歯ごたえがある麺とかを作るのが難しいみたいなんですけれども、ちょっとねここの麺はどうか食べてみたいと思います。でも美味しいですね。ちょっとね日本のラーメンに比べると少し弾力が弱いというか、ちょっともちっとした感覚はあるんですけれども、でも今までアフリカで食べてきたラーメンの中で多分もうトップレベルに美味しいですね。値段にするとこれで1850ケニアシリングかな。だいたい1ケニアシリングが日本円で1.1 円ぐらいなんで、2000円ぐらいという感じですかね。日本でラーメン食べるよりもやっぱり2倍以上の値段がしてしまいますけれども、特にケニアの富裕層とかの人たちはこういうラーメンを食べている方もいるみたいです。ここで美味しいラーメン食べてエネルギーチャージしようと思います。
コーヒー&ベーグルというカフェにやってきました。ケニアね、コーヒーが非常に有名で、今いるねナイロビも標高が 1800m くらいで高いですし、国全体的にね標高が高い場所も多いので、ケニアコーヒーが非常に有名です。ケニア産のコーヒーはね日本でもすごい流通しているんで、飲んだことある方いらっしゃるかと思いますけれども、ナイロビにはねおしゃれなカフェもたくさんあって、今コーヒーとベーグルの専門店にやってきました。今僕が注文したのはコールドブリューのコーヒーで、ウォータードリップなんたらかんたらっていう、僕はコーヒー詳しくないんであれなんですけど、僕の今後ろに映ってるコーヒーの抽出の機械、すごい大きい機械がありますけれども、あれで8時間から12時間ぐらいかけてゆっくり抽出をしたコーヒーみたいで、アイスコーヒーですね。ちょっとねせっかくなんで飲んでみたいと思います。すっごいすっきりしてる。美味しいです。すっごいすっきりしていて飲みやすいです。今ねお昼ご飯でのラーメン食べてきたんで、ちょっとね胃が持たれてるような感じがあるんですけれど、口直しにいいというか、口の中もすごいすっきりするような、本当に飲みやすいコーヒーです。今回ねナイロビのキベラスラムというスラムも行きましたし、今僕たちがいるみたいなこういう富裕層とか外国人の方が利用するカフェも行って、改めて感じるんですけど、いろんな国回ってきましたけど、ナイロビほど経済格差がはっきりと極端に分かれている場所っていうのはほとんど行ったことがないですね。僕はねよく普段行っているウガンダの首都カンパラもすごい経済格差が大きくて、富裕層が暮らしているエリアとスラムがすごいはっきりと分かれていて、すごい経済格差はっきりしている国であるんですけれども、ナイロビはもうそれをもっとひどくしたような感じで、まずね富裕層の人たちが生活しているエリアとスラムっていうのも区画ではっきりと分かれているし、日常生活で共有する部分っていうのがほとんどないんですよね。もちろんね富裕層の人たちとか外国人の人たちっていうのは家事お手伝いさん、いわゆるメイドを雇っている人が多くてですね、家の掃除とか食器洗いとか、いろんな洗濯とかそういうね家事を外注してるんですよね。そういうメイドさんっていうのがその富裕層の人たちが暮らしているエリアのすぐ横にあるスラム出身の方、スラムに暮らしている方がメイドをやっていたりすることが多いみたいなんですけれども、そういう部分ではね富裕層の方が月に大体数千円から1万円2万円ぐらい金額払ってメイドさん雇っているので、そういう部分で共有する部分はあるかもしれないけれども、例えばね休みの日に同じレストランに行くことはまずありえないし、同じようなアクティビティをするってこともほとんどありえない。スラムの人たちの1ヶ月分の収入で富裕層の人たちはレストランのランチを食べてるみたいな、本当にそういうことが同じ都市の中で起きているっていうのがナイロビの特徴というか、いびつな点だなっていうのを感じていて、今ナイロビに600万人ぐらいの方が暮らしてるんですけど、スラムに暮らしている人の数が推定200万人から300万人ぐらいはスラムに暮らしているっていうふうに言われているので、半分近くはスラムに暮らしているっていう、いろんな国回ってきましたけど、ここまで経済格差が如実に現れている国っていうのはまず見たことないし、同じ都市の中にいるはずなのに、まるで2つの国を行き来しているかのような、2つの世界を行き来しているかのような、そんな不思議な気分になりますね。ナイロビ中心地での取材を終えて拠点に戻ってきました。今回の動画でねこのケニアの首都ナイロビがいかに発展している場所であるかっていうことが伝わったんじゃないかなというふうに思います。一方でキベラスラムの取材動画もご覧になっていただければわかるかと思いますが、同じナイロビという場所にありながらとんでもない経済格差が存在するというのも今のこのケニアの首都ナイロビの実態です。皆さんはこのナイロビの現状、そして経済格差についてどんな風に感じたでしょうか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。これからもですね世界の様々な地域を回りながら皆さんが知らない今の世界のこのリアルな実態についてお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだお済みのない方はぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画何か一つでも新しい学びがありましたら、最後にポチッと一押し高評価ボタンも押していただけましたら幸いです。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。皆様のご支援があるからこそこのようにアフリカの現場に足を運んで取材活動をすることができています。ハラカンタの YouTube 活動を応援してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。